今回は USC フェザー級ランキングトップ10を紹介します。10位オフサロ FOF、 MMA 戦績16勝0敗、 USC 戦績6勝0敗、ロシア出身の28歳です。プロ MMA デビュー以来驚異の16連勝中、 USC6 連勝中と無敗をキープしております。アメリカントップチームに所属しており、最後まで運動量が落ちずに動き続ける無尽蔵のスタミナを持っております。幼い頃からグレコローマンレスリングを学び、2014年にプロ MMA デビュー。ロシアの団体 M1 グローバルでキャリアを重ね、 M1 グローバルバンダム級王者に輝き、2度防衛している実績の持ち主。2019年 MMA10 戦全勝の成績で USC と契約しております。 M1 グローバル時代は10戦中7フィニッシュ勝利を挙げておりましたが、 USC では6戦全て判定勝ち。2020年7月、シュートで斉藤豊選手に勝利しているマイク・グランディ戦では終始動き続け、テイクダウンされても即スクランブルで脱出し、グランディが体力消耗していき判定勝ち。2021年6月、堀江義則選手に KO 勝ちしているハキーム・ダウド戦では15分で9度もテイクダウンを奪い、バックコントロールと驚異のスタミナで相手を消耗させ判定勝ち。ハキーム・ダウド戦後のインタビューでは、フェザー級の誰とでも戦う準備ができている。デイナ・ホワイト、次の対戦相手がトップ10に入っていない場合はあなたと戦いたいですとコメントすると、次戦は当時ランキング10位のダン・イゲと対戦。テイクダウンを何度も奪い、完全ドミネートして判定勝ち。 USC6 連勝をマークし、フェザー級トップ10ランカー入りをしております。9位ブライス・ミッチェル、 MMA 戦績15勝1敗、 USC 戦績7勝1敗、アメリカ合衆国出身の27歳です。高校時代にレスリングを経験し、柔術黒帯を持つレスリングベースで決めの強いグラップラー。15勝のうち一本勝ちが9回、KO 勝ちは0という組の強さが突出しております。また自宅は農場出身。テイクダウンしてグラウンドでコントロールし、ドミネートする戦いぶりから、ネットでは田舎暮らしのハビブヌルマゴメドフとも呼ばれておりました。インタビュアーから呼び名についてどう思うか質問され、光栄だ、ハビブを農場に呼んでヤギや牛たちとレスリングさせたいと、かつてクマとスパーリングを行っていたハビブヌルマゴメドフにメッセージを送っておりました。2019年12月、マット・サイラス戦では USC 史上2人目となるツイスターでの一本勝ちを収め、2019年の USC サブミッション・オブ・ザ・イヤーを受賞しております。前戦の2022年3月、ランキング10位のエジソン・バルボーザと対戦。左ストレートでダウンを奪う場面を見せ、グラウンドに貼り付けてパウンドを終始落とし、ジャッジの1人が30対25をつける内容で大差の判定勝ち。バルボーザにほぼ何もさせない圧勝でランキング9位にランクインしております。試合後のインタビューでは、僕は人を傷つけるんじゃなくて人を助けたい。ホワイトマネーの半分の4万5000ドルを使って希望を失ったホームレスや闘病中で厳しい状態の子供たちに寄付をしたいと発表すると、 USC 代表のデイナ・ホワイトはこれを称賛し、ミッチェルの代わりに4万5000ドルを寄付することを表明しております。8位東風、 MMA 戦績14勝3敗、 USC 戦績7勝1敗、ソビエト連邦出身の33歳です。剛柔流空手黒帯3段を持つ、多彩な蹴り技を持つストライカー。キックボクシングで2度の世界タイトル、ムエタイのヨーロッパタイトル、空手の世界とヨーロッパ王者に2度輝いている実績の持ち主。キックボクシング時代は2007年から2年間、セイムシュルとアリスターが在籍していたゴールデングローリーで練習し、その後の2年間はバタハリ、ベルビン・マヌーフが在籍していたバイクスジム、最後の3年間はアーネスト・ホーストが在籍していたオスジムに所属し、オランダでキックボクシングを7年学び、キッズショータイムやグローリーで活躍し、プロキックボクシング38勝6敗、22 KO の戦績を残しました。2015年 MMA に転向すると MMA6 戦5勝の成績を収め、2018年6月 USC 契約をかけたデイナ・ホワイトコンテンダーシリーズに出場するも、リアネイキッドチョークで3ラウンド一本負け。この時は USC との契約を逃しております。当時は MMA へのアジャストができておらず、テイクダウンディフェンスに難があり、得意の打撃も思い切り出せておりませんでしたが、試合を重ねるたびにテイクダウンディフェンス技術が向上し覚醒。デイナ・ホワイトコンテンダーシリーズ敗退後、2試合連続の秒殺勝利を収め、2019年9月に USC と契約しております。USC 契約後、着実に勝ち星を重ね、2020年11月、ジェイミー・シモンズ戦では左ハイキックで TKO 勝ち。2021年5月、カブスワンソン戦では得意の左三日月蹴りでダウンを奪い、パウンドアウトで63秒 TKO 勝ち。2021年8月、エジソン・バルボーザ戦では打撃で上回り、3ラウンドにダウンを奪って KO 勝ち。MMA9 連勝を挙げ、3試合連続のパフォーマンスオブザナイトを獲得し、記憶に残る KO 勝利を収めております。しかし前戦となる2022年1月、ランキング5位のカルビン・ケイターと対戦するも判定負け。フェザー級上位ランカーの高い壁に阻まれ、 USC 初黒星を喫しております。
3試合連続で記憶に残る KO 勝ちを収めていたことから、勝てば次は挑戦者決定戦が組まれるところまで来ましたが、タイトル戦線からは一歩後退しております。7位ジョン・ジャンソン。 MMA 戦績17勝7敗 USC 戦績7勝4敗、韓国出身の35歳です。現在 USC 契約中のアジア人男子で最も結果を残しており、打撃を受けても無表情で前に出続けてパンチを打ち続けることから、通称コリアンゾンビと呼ばれております。2011年から USC で活躍しており、外れなしの試合ぶりと強さから9試合連続メインイベントに出場中。また2度 USC フェザー級タイトルマッチにも挑戦しております。1度目は2013年8月、当時絶対王者ジョゼラルドと対戦し、試合中に肩を脱臼してしまい4ラウンド TK を負け、2度目は2022年4月、王者アレクサンダー・ボルカノフスキーに挑戦し、スタンドで終始圧倒され、力の差を見せつけられ4ラウンド TK を負け、史上初となるアジア人男子 UFC 王者戴冠には失敗しております。試合後コリアンゾンビは、負けるたびにオクタゴンを去ることをやめることを考えます。今は時間が必要ですとコメント。しかし後日 SNS を通して、あの試合が 100% の僕ではなかったということを言葉で示すのではなく、試合でお見せするのが正しいと思う。次の試合がしたいと強く思っているとコメント。コリアンゾンビの再起を期待します。6位アーノルド・アレン。 MMA 戦績18勝1敗 USC 戦績9勝0敗、イングランド出身の28歳です。現在 MMA11 連勝中 USC9 連勝中のイケメンファイター。ドラゴンボール Z ブルース・リーにインスピレーションを得て12歳の頃からトレーニングを始めたそうです。キックボクシング、アマチュアボクシングのキャリアがあるストライカーですが、柔術、紫帯を持ち、グラップラー相手でも組み勝つほどの実力を持つオールラウンダー。現在は GSP がかつて所属していたカナダの名門トライスタージムに所属しております。2012年に MMA デビューをすると、イギリスのケージウォリアーズを主戦場に10戦9勝の成績を残し、2015年に UFC と契約。 USC 契約を連勝重ねるも、ランカーとの対戦のチャンスが巡ってきておりませんでした。 USC7 連勝でようやくランカーとの対決にたどり着き、2021年4月、当時ランキング11位で USC 無敗のソディック・ユーサフと対戦し判定勝ち。前戦の2022年3月、当時ライト級ランキング8位でフェザー級転向初戦のダン・フッカーと対戦。ライト級時代トップランカーと激闘を繰り広げていたストライカーのダン・フッカー相手に真っ向大勝負で KO 勝ちで USC9 連勝を達成。次はトップランカーとの対戦を期待します。5位カルビン・ケイタ。MMA 戦績23勝6敗 USC 戦績7勝4敗、アメリカ合衆国出身の34歳です。マサチューセッツ州 MIAA ディビジョン1レスラーとして活躍したレスリングエリートながら、試合では破壊力のある打撃を軸に勝負するストライカー。2020年5月、当時ランキング7位のジェレミー・スティーブンスにカウンターの打ち下ろしの強烈な右肘でダウンを奪い TKO 勝ちすると、当時ランキング10位ダンイゲ戦でも打撃で優位に立ち判定勝ち。2021年1月には元王者マックス・ホロウェイと対戦し、ホロウェイの440発を超える有効打を耐え抜き、驚異的な打たれ強さを見せたものの判定負け。2022年1月、USC7 連勝中だった元キック王者のギガチカゼと対戦し、近い間合いの打撃戦を制し判定勝ち。前戦の2022年6月、ランキング7位のジョシュ・エメットと対戦するもスプリットの判定負け。しかし海外の MMA メディアサイトの採点では19人中14人の記者がケイターの勝利を支持。負けても現在3試合連続ファイトオブザナイトを獲得している、外れなしの試合を見せてくれる激闘王です。4位ジョシュ・エメット。 MMA 戦績18勝2敗 USC 戦績9勝2敗、アメリカ合衆国出身の37歳です。ユラヤ・フェイバー総帥のチームアルファメール所属。レスリングをバックボーンに持ち、師匠のユラヤ譲りの動き続けるステップからの打撃を得意としており、間合いを詰めてパンチを振り回して KO するフェザー級のパワーヒッター。 USC デビューが30歳と遅く、フェザー級ランカー最年長の37歳です。UFC デビュー後はライト級で戦っており、ライト級で2連勝した後 MMA 初黒星を喫したことを機にフェザー級に転向。2017年12月、フェザー級2戦目でいきなりランキング3位のリカルド・ラマス相手に左フックでインパクト大の失神 KO 勝ちでランキング入り。2018年2月、ランキング8位のジェレミー・スティーブンスには KO 負けしたものの、2019年3月、マイケル・ジョンソンを右オーバーハンドで失神 KO 勝ち。2019年7月、ミルサド・ベキッチにも1ラウンド TKO 勝ち。さらにランキング10位のシェーン・バーゴス、ランキング9位のダンイゲに判定勝ち。前戦の2022年6月、4連勝でようやく上位ランカーであるランキング5位のカルビン・ケイターと対戦。試合は一進一退の攻防を繰り広げ、終始アグレッシブに攻め続け、強打を当てたエメットが判定勝ち。
エメットはこれで5連勝、 USC フェザー級転向後7勝1敗、3つの KO 勝ちとトップコンテンダーであることを証明しました。試合後エメットは挑戦権が欲しい、この階級には新しい血が必要だ、この地球上で最高のフェザー級選手だ、準備はできている、自分なら戦える、あいつを倒すことだってできると話しております。なかなか上位選手とのチャンスが巡ってきてこなかった37歳エメットが USC フェザー級タイトル挑戦まであと一歩というところまで来ております。3位ブライアン・オルテガ、 MMA 戦績15勝3敗、 USC 戦績7勝3敗、アメリカ合衆国出身の31歳です。名門グレイシー一族の下で柔術を学び、柔術黒帯の圧倒的な決めの強さと巧みなボクシングテクニックを併せ持つフィニッシュ率が非常に高いオールラウンダー、強烈な決めで一本勝ちを量産し MMA プロデビュー14連勝後、2018年12月に当時の絶対王者マックス・ホロウェイに挑戦するも4ラウンド終了時 TKO 負けで MMA 初の黒星を経験。2020年10月、再起戦でコリアンゾンビことジョン・チャンソンに判定勝ちすると再度王座挑戦権を獲得。2021年9月、王者アレクサンダー・ボルカノフスキーとのタイトルマッチではスタンドで終始圧倒される中、3ラウンドにギロチンチョークと三角締めを決めるあわやの場面を見せるもし逃れ、判定負けしております。王座獲得に失敗したものの、この試合は ESPN の2021年ファイトオブザイヤーに選出される激闘を繰り広げました。後にオルテガはボルカノフスキー戦の動画を何度も見返した。どうやってこのギロチンを耐えたんだって思った。俺はあのギロチンをかけながら世界王者になったと思いながらタップを待っていた。ギロチンが外れてこいつはやばいと思ったら、その後彼が打ち勝っていたと話しておりました。前戦の2022年7月、当時ランキング3位のヤイール・ロドリゲスと対戦。試合はオルテガがテイクダウンすると、ロドリゲスは下から腕十字を仕掛け、右腕を抜いた瞬間にオルテガの古傷である右肩が外れ、肩を押さえて試合続行不可能。アクシデントでの終了となったものの、ロドリゲスの TKO 勝ちとなっております。ホロウェイ、ボルカノフスキーと絶対王者にしか負けていなかったオルテガですが、ヤイール・ロドリゲスに痛恨の敗北、タイトル戦線から一歩後退しております。2位、ヤイール・ロドリゲス、MMA 戦績15勝3敗、USC 戦績9勝2敗、メキシコ出身の29歳です。テコンドーをバックボーンに持ち、トリッキーな代表軸に戦うストライカー、USC デビュー以来勝ち星を重ね続け、レジェンドの BJ ペンにを TKO 勝利。2018年11月、コリアンゾンビことジョン・チャンソン戦では壮絶な唾液戦を繰り広げ、唾液で押され気味の展開だったものの、5ラウンド残り1秒でコリアンゾンビのパンチをかわして放ったトリッキーなエルボーがビッグヒットし、コリアンゾンビは失神。大逆転 KO 勝利を飾り、インパクトのある試合を見せつけておりました。試合後 USC 代表デーナ・ホワイトは史上最もクレイジーなフィニッシュだった、残りあと1秒というところであの肘が入ったし、ヤイールは5ラウンド中4ラウンド取られていた。コリアンゾンビは勝利を確実なものにしていたのに、残り時間わずかで前に出た。そしてワオなんてフィニッシュだとなったと話しておりました。前戦の2022年7月、当時ランキング2位のブライアン・オルテガと対戦。メキシコにルーツのある2人は友人で、プライベートで親交があったそうです。試合前ロドリゲスはブライアン・オルテガとは友人なので、互いに他に選択肢がない場合でしか戦いたくないと話していた。この試合に勝てばアレックス・ボルカノフスキーへの挑戦権が得られると聞いたからやらないわけにはいかなかったんだ。タイトルマッチをかけた戦いは望んでいたけど、その対戦相手が俺の望んでいた相手ではなかった。対戦するのは辛いけど、いつかその日は来るかもしれないと話していた。ここまで来たから仕方がないと話しておりました。試合は開始早々スタンドの攻防で優勢に試合を進める中、1ラウンド終盤にロドリゲスが下から腕十字固めに入り、オルテガが右腕を脱いだ瞬間にオルテガの古傷である右肩を負傷したため TKO 勝ち。アクシデントではありましたが、しばらくランキング2位に君臨していた友人であるブライアン・オルテガに勝利しております。そしてロドリゲスは王者ボルカノフスキーとは対戦経験がないこともあり、次期挑戦権獲得は確定的となっております。1位マックス・ホロウェイ、MMA 戦績23勝7敗、USC 戦績19勝7敗、アメリカ合衆国出身の30歳です。USC フェザー級の歴史において最多試合記録23戦、最多勝利記録18勝、最多フィニッシュ勝利記録10勝、最長連勝記録13連勝と USC フェザー級で驚異的な記録を保持している元 USC フェザー級王者です。84% のテイクダウンディフェンス率を誇り、多彩な蹴りと豊富な手数で相手にダメージを打ち続けさせてフィニッシュまで追い込む激闘型のストライカーです。2016年12月、それまで KO/TKO 負けを喫したことがなかった元 USC ライト級王者アンソニー・ペティスから TKO 勝ちで USC フェザー級暫定王座を獲得。2017年6月、王座統一戦として当時フェザー級では絶対的なストライカーと言われていたジョゼ・アルドから TKO 勝ちで USC フェザー級正規王者に輝くと、後のダイレクトリマッチでも TKO 勝ちで王座防衛。2018年12月、当時14勝無敗のブライアン・オルテガにも TKO 勝ちで2度目の王座防衛に成功。
2019年4月、元 USC ライト級王者フランク・エドガー相手に判定勝ちで3度目の王座防衛に成功。トップランカーを一掃し USC フェザー級で14連勝と敵なしのフェザー級絶対王者でした。しかし最大のライバルアレクサンダー・ボルカノフスキーが出現。2019年12月、アレクサンダー・ボルカノフスキーに判定負けでフェザー級タイトルを奪われると、2020年4月のダイレクトリマッチでも判定負けで王座奪還に失敗。その後6位のカルビン・ケイタ、ランキング3位のヤイール・ロドリゲスに判定勝ちでナンバーワンコンテンダーであることを証明し、ボルカノフスキーに3度目の挑戦権を獲得。2022年4月、3度目となるアレクサンダー・ボルカノフスキーとの USC フェザー級タイトルマッチに挑戦するも、過去2回の対戦より大きな実力差をつけられ判定で完敗。ボルカノフスキー相手に3連敗。ボルカノフスキーとのライバル関係に終止符が打たれました。試合後ホロウェイは、ボルカノフスキーはおめでとう、ライト級のベルトを取りに行ってくれ、その資格は十分だ、現在俺の中ではパウンド・フォー・パウンドナンバーワンだ、ファンのみんなは泣かないでほしい、これも人生の一部だ、再構築する必要はあるし、そうするよ、みんな愛していると話しておりました。かつて USC フェザー級の一時代を築いたマックス・ホロウェイの再起を期待します。王者アレクサンダー・ボルカノフスキー、MMA 戦績25勝1敗、USC 戦績12勝0敗、オーストラリア出身の33歳です。現在驚異の22連勝中であり、 USC フェザー級王座を4度防衛中。現在 USC パウンド4パウンド2位。試合をするたびに全局面で荒のなさを見せつけており、長期政権を感じさせている USC フェザー級絶対王者です。強烈なローキックと複系のパンチから繰り出されるコンビネーション、そして強靭なフィジカルから繰り出される強力なテイクダウンからのグラウンド&パウンドを武器に、無尽蔵のスタミナから常に攻め続けるオールラウンダーです。2019年12月、当時3度王座防衛中の絶対王者マックス・ホロウェイから USC フェザー級王座を奪い、2020年4月のダイレクトリマッチでも防衛。2021年9月、ランキング2位のブライアン・オルテガと対戦。3ラウンドにギロチンチョークと三角締めを決められるピンチをしのぎ、スタンド、グラウンドともに終始優勢に立って判定勝ちで2度目の王座防衛に成功。2022年4月、ランキング4位のコリアンゾンビことジョン・チャンソンと対戦。スタンドで終始圧倒し、3ラウンド終盤にビルストレートでダウンを奪い、パウンドでストップ寸前まで追い込み、4ラウンド序盤にワンツーの2連発で TKO 勝ち。3度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを獲得。2022年4月、ランキング1位のマックス・ホロウェイと3度目の対戦。過去2回の対戦は一進一退の攻防を繰り広げておりましたが、今回は実力の差を大きく見せ、3度の攻防で終始圧倒して判定勝ち、4度目の王座防衛に成功しております。ちなみにボルカノフスキーは2ラウンドの時点で左手の親指を骨折していたにもかかわらず終始圧倒しておりました。試合後インタビュアーに、もうフェザー級に相手がいない、ライト級に挑戦もと問われたボルカノフスキーは、まずはこの階級オクタゴンで戦い続けたい、ダブルチャンピオンを目指すのも悪くないと思うよと2階級制覇を示唆。試合後の会見では、ホロウェイとのライバル関係はちょっとした旅路だった、ベルトを取ったことや再戦したこと、それら全てが私のキャリアの一部であり、ストーリーを盛り上げてくれるものだ、大変だった、様々な浮き沈みがあったけど最終的に終止符を打ち、多くの人を黙らせることができたのは良かった。もしかしたら手の骨折で少しスローダウンするかもしれない、だがダブルチャンピオンの地位を手に入れたいんだ。9ヶ月で3試合、そんなチャンピオンはそうそういないだろう。すぐに次のフェザー級ナンバーワンコンテンダーが決まって忙しくなるとは思えないから、もう一つの階級をやらせてほしいと話しております。 USC で数々の記録を保持する元絶対王者マックス・ホロウェイに唾液で大きな差を見せつけ、グレイシー柔術黒帯で強烈な決めを持つオルテカのサブミッションをしのいだボルカノフスキー。 USC フェザー級上位選手を一掃し、頭一つ抜けているボルカノフスキーは次なる目標として USC ライト級王座を視野に入れております。長期政権の予感を感じさせる絶対王者アレクサンダー・ボルカノフスキーを打ち負かすことができる USC フェザー級トップコンテンダーの出現を期待します。以上です。今回は USC フェザー級ランキングを紹介しました。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。